フレンチブルドッグの迎え方には大きく3つの選択肢があります。でも、その選び方を間違えると、こんなはずじゃなかったと思うことになります。実は僕もそう感じたことがありました。三部品のパパです。フレンチブルドッグを飼い始めて18年目、アラカン59歳です。最初に言っておきますが、今回のお話はどの選択肢が正しいのかという正解探しではありません。フレブルをお迎えする選択肢はどんな子を迎えたいかによって変わります。僕の場合、勢いでお迎えした最初の1匹から気づけば18年、5匹のフレブルと暮らしてきた中で、嬉しいことも想像していなかった現実もありました。そして5匹それぞれとの出会いが僕に大切な気づきを与えてくれたんです。今回は前半で我が家のフレブル5匹がどこから来て、その後何に気づいたのか。後半ではフレブルを迎えて後悔しないための選択肢についてお話しします。どうぞ最後までご覧ください。すでにお話ししていますように、僕が一番最初に勢いでお迎えしたフレブルのお嬢は個人経営の小さなペットショップにいました。そこで売れ残っていた最後の一匹で、僕がお迎えしてから1週間後にお店はなくなってしまいました。2009年のことです。次にお迎えした小町は茨城県に引っ越して半年くらいした時に、隣町のホームセンターに併設されているペットショップからお迎えしました。このお店はチェーン展開していて、まだ同じところにあります。小町はお嬢が寂しくないようにとお迎えしたんですが、こちらも勢いでした。2010年のことです。3番目にお迎えしたボンは有名なショッピングモールの中にある系列のペットショップにいました。ちょうど僕がブリンドルの男の子に執着し始めた時、半額になっていたのを見つけて抱っこしちゃいました。この時も計画的なお迎えではありませんでした。2015年のことです。と、ここまでがまず一区切りです。このように最初の3匹はみんなペットショップからお迎えしたというのが共通点で、いずれも勢いでした。改めて見ると本当に無謀ですよね。ちなみに具体的な金額は差し控えますが、お嬢は生後4ヶ月を過ぎた売れ残り、ボンは3ヶ月を過ぎて半額になったタイミングでしたので、高額ではありません。小町は2ヶ月と5日でお迎えしてるんですけども、実は3匹の中では一番低い金額でした。それでお迎えしてから一緒に暮らしていく中で、それぞれについて僕はいろんな気づきを得ることになりました。まずお嬢についてはアレルギーがあったことです。僕は本当に無知でフレブルについて何も知らなかったんで、このことはとても勉強になりました。食べ物のこと、体のこと、動物病院のことなど初めて経験することばかりでしたが、
この経験が僕をフレブル飼い主に育ててくれたんだと今は思ってます。ちなみにお嬢はアレルギー以外にも亡くなるまでにストラバイト結石や膀胱炎、肥満細胞腫などの病気をしています。小町は亡くなる少し前に肥満細胞腫の手術をしたくらいで、健康面では他に目立ったことはありませんでした。ただ小町についてはフレブルをお迎えする際のその後につながる大きな気づきがありました。それは何かというと、成犬になった小町は僕が思い描いていた可愛らしいクリームのイメージとは違う姿になったんです。小町は女の子にしてはいかつい顔で、周りの人たちからあんまり可愛いって言ってもらえませんでした。それが少なからずコンプレックスになったように思います。この成犬になった時のイメージの違い、思っていたのと違うという気持ちを抱えている人は少なくないのではないでしょうか。足が長くてボストンテリアに間違われる、胴が長い、顔が小さい、細身でがっしりな体型にならないなど、そういった声があることを知ってます。でもどんな見た目でも一緒に暮らしていくうちに、その子の魅力って自然とね見えてくるんですよね。最終的には自分でお迎えして育ててきた子ですから、少しの違いなんてものはその子の個性として気にしないようになります。でもそれでもどこかに小さなコンプレックスとして残ってしまうんですよね。このことについては後半にもう少し詳しくお話しします。小町は晩年になってから顔つきがね変わってきて、実はねすごい可愛くなりました。ボンは僕にとっては待望の男の子でした。とてもおとなしいですよっていうね店員さんの売り込みを信じたわけではないんですけどとんでもない暴れん坊になりました。健康面では成犬になってからはアトピー体質が出てきたことがあります。アレルギーとはねまた違って、原因となるものが分かりにくいんですごい厄介で、シャンプーとかアポキルとかいろいろとやってきましたが、完全に解決できていません。それでもこれがあったことで皮膚のメンテナンスや買い替え対策などをね知ることができたのは収穫でした。さてここから4番目のひまわりと5番目の蘭丸になりますが、この2匹はネット経由でブリーダーからお迎えしました。どうしてそうしたかというと、これまでお迎えしてきた3匹からいろいろな気づきをもらったことで僕が選んだ答えでした。ひまわりはもうすぐ3ヶ月になるタイミングでのお迎えで、コロナ禍の2021年でしたのでそれなりの金額になりました。蘭丸はその2年後のお迎えで生後6ヶ月に、なっていましたんで、お手頃な金額でした。この2匹をお迎えする際に僕が重視したのは体質がいいこと、あと親犬を見られることでした。もちろん口コミなどのブリーダーさんの評価も参考にしました。そしてお迎えした結果ですが、とてもいい結果だったと僕は満足しています。先天的なものはありませんし、体型もフレブルらしいショートボディのがっしり系でとても気に入ってます。でも体型についてはボンだって貫禄あるブリードルになってるので負けてはいませんね。これからフレブルをお迎えしようと思っている人はどんなフレブルを飼いたいと考えているんでしょうか。それによってどこからお迎えするのか選択肢も変わってくると思います。前半でお話ししたように
僕は3匹をペットショップから、2匹をブリーダーさんからお迎えしました。選択肢としてはこの他に里親や保護犬をお迎えするっていう手段もあります。ですがどこからお迎えするにせよ、どんなフレブルが欲しいのか、一緒に暮らしたいのか、それを前もって決めておいた方が、僕が後から気づいたようなことや後悔を経験しないで済みます。なのでここでは僕が考えるそれぞれの選択肢のいい点をお話ししておきます。まずペットショップですが、初めの頃の僕がそうであったように、その場で一目惚れして勢いでお迎えしてしまうケースが少なくないんだと思います。でもね、やっぱりこれは特に準備もせずに初めて買う場合は大変です。それでも近場にペットショップがある場合は利便性という点や後々のフォローのようなことで安心な部分もありますので、これがいい点ですね。僕もボンの時には1年間の無料健康診断がついていたんで、毎月通ってました。ペットショップは出会いの場として機能しているんで、一目惚れしちゃう気持ちは分かりますけど、僕のように後々気づくことが出てきたりするので、一旦ね、本当は踏みとどまってからいいこと悪いことね含めて覚悟を決めてね、お迎えするのがいいんだと思います。次にブリーダーですが、ブリーダーといってもいろいろです。例えばペットショップ専門で卸している人、いろんな犬種をブリーディングしている人、フレブルだけを専門でブリーディングしている人と分かれます。そして多くの場合はインターネットのブリーダーサイトに登録しているブリーダーから子犬を検索して、自分が欲しい子を見つけたらブリーダーと連絡を取り合ってお迎えとなるわけです。ブリーダーの場合のいい点は、自宅でじっくり検討できること、実際に犬舎を見学できたり、ライブで犬舎とか親犬を見られること、消毒などの良質な血統であることなどが挙げられます。なのでどんなフレブルが欲しいのかこだわりがあるのなら、ブリーダーからお迎えするのが最適と言っていいでしょうね。ただブリーダーはね、日本全国にねいるんで、お迎えにあたってはね簡単ではないことがあります。うちでもひまわりは香川県から空輸してもらって羽田空港までお迎えに行きましたし、蘭丸はね愛知県だったんで車で往復13時間かけてお迎えに行きました。最後は里親や保護犬のお迎えです。実際に僕は経験がないのであまり詳しくありませんが、里親や保護犬はほとんどが成犬になります。そのことからパピーから育てると大変なので落ち着いている成犬の方がいいという人や、お迎え費用を抑えたい人には向いていると思われます。ただし医療費やケアが必要な場合もあるんで、必ずしも経済的に楽とは限りません。また家庭環境などの条件があったり、お互いに暮らせるかどうかのお試し期間などもありますんで、希望通りにお迎えできるかどうかはそれら次第です。最近では保護犬の譲渡会などが頻繁に行われていて、利用する人も増えているようですね。いずれにしても後で後悔しないためには、自分はどういうフレブルが飼いたいのか、まずそれを決めて、そのためにはどこからお迎えするのが最適かを選ぶのがいいと思います。正直に言うと、見た目にこだわるのであればブリーダーを選ぶ方が後悔は少ないと思います。でもどこからお迎えしたとしても、一緒に暮らせばその子が一番になりますし、その子と過ごす時間が全てを特別にしてくれます。さて、フレブルをどこからお迎えするかの選択肢についてお話をしてきました。フレブルの情報交換の掲示板とかスレッドなどを見ると、
うちの子はっていう悩みをよく見かけますが、そういう気持ちが出てきてしまうのはわかります。だけどそうは言っても、どんなことがあってもそれを受け入れてその子のことを愛してるんですよね。だってその子には何の罪もないです。お迎えした後には何があったって飼い主は愛情を注ぎ込むことしかできないじゃないですか。でもだからこそ、もしですよ、次の機会があるのであれば、自分が望む理想の笛ブルを迎えたい、そう願うのは当然の真理なんだと思います。皆さんにもフレブルをお迎えした後で気づいたことや後悔したこと、そんなことがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。また少しでもこの動画を面白いと感じていただけましたら、チャンネル登録やいいねをしていただけますと大変励みになります。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。